は、ひなたです。今日は韓国日帰り旅です。23時26分。まずはまだね、チェックインとかしてないので、今回日帰りだから荷物が、これ、オンリーでは、はい。そろそろチェックインコースターが開くので、行きたいと思います。はい、それでは初の日帰り韓国向かいたいと思います。まずは入国手続き終わったので、いつも通りラウンジでゆっくりしていきます。羽田のラウンジはここが最近できたばっかなのかな。5月に韓国飛んだ時に初めて私もここ通されたんですけど、めっちゃ綺麗だし日本人少ないし、なんかいつも人が少ないのでここのラウンジお気に入りです。ということで生ビールを作って、はい。今回も生ビール飲んでいきます。ご飯紹介でまず第1陣はこんなおかずたちをセレクトしたのと、おじぎり、からし明太子とベギジャケで、はい、食べ終わりました。第2陣はカレーライスにソーセージをトッピングしました。で、このカレーがめっちゃ美味しかった。はい、もう拍手しておりますということで、はい、食べ終わってビールも飲み終わって、第3陣はデザートです。マカロンと、あとレディボーデン、そしてお酒はジャックダニエルとをスパークリングウォーターで割ってハイボールにしました。そう、今回私がピーチの深夜便で飛ぶので、だいたい夜中の2時20分とかかな、忘れちゃったけど、それぐらいに初で韓国に朝の4時ぐらいに着くやつです。で、帰りもそうですね、夜の10時頃に飛ぶ深夜便です。今日のフィットチェックです。まず帽子がヴィンテージのポロで、トップスがナイキ×ジャックムスで、ボトムスもニューバランスのあれヴィンテージです。はい、おたぎさん行ってきますということで、韓国に着きました。はい、韓国着きました。しかもさ、めっちゃ早くって、着いたのは4時半ちょっと前ぐらいで、入国審査もサクサク終わって5時19分順調ということで、シャトルバスに乗ってカジノに行きたいと思います。まずはね、はい、韓国旅を楽しむための軍資金を稼ぐのと、あと、今までちょっと私、カジノをやりすぎて、おそらくポイントで、カジノ場内のレストランで朝ごはん食べれるんですよ。なのでそこで朝ごはんも食べつつってしたいと思います。では行ってきます。Me going way too slow, yeah, yeah. But it feels like destiny, and I couldn't be happier to meet you. Everything you and I could be. Could this be our love story? When I saw you standing there, you were the only source of light. はい、空港に戻ってきました。今からの予定はシムヒョンでクリニックです。いつもだったらバスで向かうんですけど、今回はチャリがないので電車で向かおうかなと思います。はい、ソウルなんですけど、結構空港からソウル市内までもういろんなところでかなり頻繁にバスが出てるので、本当であればバスだとかなり楽ですが、ちょっと高くてバス17,000ウォンけど電車だと4500ウォンなんですよ。で、私は荷物がね今回少なかったので電車で行きました。はい、まずはクリニックの前に薬局で爆買いして、早速課金1軒目です。カンナムまで歩ってきてWM クリニックに来ました。で、ついてカウセした結果、私は V ロリフトフェイスラインに300ショットという結果になりました。ちなみにここはもう院内でタックスリファンドできちゃいます。ということで、はい。麻酔クリームを塗ってこのまま30分放置です。で、施術終わりました。施術終わってすぐタックスリファンドで現金受け取りました。で、施術の内容とかレポについてはちょっとこの後説明しますね。ということで、お腹が空いたのでカフェにご飯食べに行きます。で、今回超気になってるカフェがハンナムにあって、はい、ハンナムに来ました。初めて来たんですけども、空気感とか全部好きすぎて、はい、やばいって感じで大興奮です。で、この2階が私の行きたかったカフェと、なんだっけ、ハンナムジャコプシルっていうところです。日本語でハンナム作業室って言います。で、ここは韓国のあるアーティスト、ちょっと名前忘れちゃったけど、アーティストにフューチャーしたカフェで、わかりますか？この木漏れ日の感じとかも超おしゃれで、もうやばいって感じで、で、はい、こんな感じでアトリエになってます。で、この、作家さん、アーティストのこうやってアート作品も売られてたり、あと本当にアトリエみたいな雰囲気の中で食事ができちゃいます。じゃあ、はい、食べていきます。はい、ご飯が来ました。やばくない？想像以上にめっちゃおしゃれなんだけど、ごまのケーキみたいな、結構ボリューミーだと、こっちアイスアメリカーノにしました。それではいただきます。すごくない？結構ずっしりケーキです。美味しい。超濃厚黒ごま団子。待って、めっちゃ美味しい。これやばい。てか私さ、初めてハンナム丼エリアに来たのね。もうね、
想像の100億倍ぐらい素敵。みんなソンスって言うじゃん、おしゃれスポットだと。私1回だけソンス行ったんだけどさ、すごい正直言うと何がいいのか全然分かんなかったのね。もうここは静かでプラスあとやっぱアート系のお店がめっちゃ多い。このお皿もこのコップもその作家さんのアートのやつです。感じでなんかハンナムダンすごいなんかこのアートしてるっていうか、すごいギャラリーとか代官山に近い気がする。ハンナムダン開拓します私。はい、担当させていただきます。じゃあまず、はい、早速美容レポをします。今回私は V ロリフトっていう施術と、あとシミ注射をお願いしました。で、結果的にシミ注射はやりませんでした。っていうのが予算的にそうすると打てる少量が少なくなるって言われて、金ドブやらないよりはもちろんいいけど、そんな大きな期待できないから、それだったらもうちょっとがっつりやるときにガンってやっちゃった方が言われて、なのでシミ注射は1回お断りして V ロリフトだけをお願いしました。で V ロリフトっていうのは進化版配布みたいなやつです。1回でその2つを叶える施術となっております。ここをやってもらってわかるかな、今膨らんでるの、ここがすごく腫れてて。で施術の感想から言うとめっちゃ痛かった。泣くとかじゃない、なんかもう本当に痛いみたいな、わかる、もらえる系。いつから効果が出るかはわかんないけど、持続期間が3から4ヶ月って書いてるから、多分シュリンクと一緒だと思います。1ヶ月後ぐらいからいきなり顔が引き締まってきて、それがだいたい3ヶ月目をめどにこうどんどんピークになっていくような。私はゆっくりコーヒー飲んで気になるお店行ってからカンナムの方に戻りたいなと思います。はい、コーヒーも飲んでゆっくりできたので、それではショッピング向かいます。今回私はアスティエート・ビラートに来ました。もともとパリにある雑貨屋さんです。で、ここ店内撮影禁止だったので、はい、インスタで雰囲気ちょっと載せておきます。で、その後は大好きな、はい、ハンナムに別れを告げてカンナムに戻ります。で、まずはオリアンに行きました。で、今回購入品については後ほど購入品動画をアップするので、そちらで紹介したいと思います。オリアンでお買い物終わった後は美容課金2軒目をしに来ました。カンナムの有名なバターのビルに入ってるドクターミさんです。で、今回ここでやりたい施術決まってたので、私はポテンザ毛穴チップ、そして脂肪溶解注射、そして鼻のカウンセリングをしました。はい、これが本日2回目の麻酔クリームで、施術直後の動画出ます。はい、ポテンザ終わりです。思ったより出血少ないけど大号泣してる。で、この後脂肪溶解注射打ってこんな感じ。もう顎下やばい。今 10cc 入ってます。で、このまんま鼻のカウンセリングもして、終わった後はニュニュでちょっとお買い物をしました。で、最後に韓国っぽいものをちょっと食べたいなということでミョンドンに移動してきました。はい。で、もうミョンドンの有名な食べ物といったら、はい、わかる人も多いですかね。そう、ミョンドン餃子です。もうここね、大好きなんです、私本当に。で、今回相席だったので動画撮れなかったんですけど、飯テロの動画だけ、はい、載せておきます。その後はもう空港に戻らなきゃいけなかったので、電車で空港戻って、ちょっとチェックインカウンター開くまで空港のスタバで、じゃあ美容レポしていきます。施術が終わって空港に戻ってきました。最後にスタバで新作飲んでいきます。うまっ。で、美容レポの話を。まずドクターミさんがめっちゃ良かった。やったのがポテンツァの毛穴と脂肪溶解注射、アキュ注射ってやつです。あと最後に鼻のカウンセリングをして、まずポテンツァは私初めてだったんです。最近すごくこのニキビができるようになっちゃって、おそらくスキンケアをビタミンから鎮静に一気に変えたからそれでだと思うんだけど、ニキビケアをしたいっていう風に言ったら、それなら毛穴ポテンツァやってくださいって、これからもできにくくなるしみたいなことを言われたので、それで毛穴ポテンツァをやりました。ポテンツァは肌にペンザンみたいなやつをブシブシってぶち刺して薬剤を肌の中に入れていくんだけど、もだえるような痛みじゃないけど、あんまり痛くってめっちゃ泣いた。で、アキ注射は今入れてから時間経ってちょっとまだ膨らんでるから、なんかそもそも入れた時が前回は別のクリニックで 10cc 入れてグラム変わんないはずなのに、なんか今回その入ってる感じはしなかったんだよね。だからあれこんなもんかみたいな。鼻のカウセがもうマジで本当に良かったから聞いてほしい。なんかまずそもそものカウセがめっちゃ丁寧なのね。カウンセリング1時間半ぐらいした。私の要望としては鼻をこうしたい。もう今見て分かると思うけど、これちょうどすっぴんでノーズシャドウも全部してないからあれなんだけど、ここがまずこう出てることと、ここの広がりが分かる。
顔のってるのが超嫌で、キュッて小鼻をしたいですっていうカウンセリングをしました。でドクターミさんは非切開の技術を持ってて、使うコラーゲンとかも人間のやつを使うので安心だし安全だししっかりしてるんですよ。でまず先生が全体の顔を見てどこを治すのが優先順位が高いかっていうことを話してくれたので、って言った時に先生があなた鼻はそんなにかもみたいなことを言ってて、それよりも E ラインをどうにかしたいって。そうこれね、でそれは私もめっちゃ思うのだけど、 E ラインこそ結構時間もお金もかかるイメージがあるから、まずは鼻を整えてからって思ってたの。一応鼻のことももうしっかり丁寧にやってくれたけど、とにかくここのことを結構言われましたね。でまず鼻に関しては私はなんでいらないかっていうと、他の人と鼻を比べた時に高さが別に悪いわけじゃないんだってね、鼻の高さが。だけどさ、これ低く見えるじゃん。なんでかっていうと、ここが出てるからその低く見えるんだってね。だからここ糸でこうやりたいって言われて、そうすると鼻の高さはあるから高さは出す必要がないっていうのと、あと私顔の形的にここの骨がしっかりしてるらしいのね。ここがあるから逆によくわかるほら派手鼻みたいなまっすぐシュンってするとすごい似合わないので、ここが強調されるから。だから私こうしたいって言ったけど、強くはこうしないよって、やるとしても数ミリちょっとこうする感じっていう風に言われました。だからここに糸を入れて引き上げたいと。で顎がないから、で私一回ここにさ、まだ1年経ってないけど顎に 1cc 入れてるんですよ。だけど、やっぱそれが溶けてきてると。だからここにもう糸を入れちゃう。ここでギュッてやって 2cc そこに追加して、そうするとここに糸を入れるとそれが壁になって溶けていかないらしいので、それをしたいって言われてマジでありだなって思って、ちょっと鼻じゃなくてこっちやりたい今。なんか普通カンナムのクリニックとかって結構もうどこ行ってもさ、予約金明日までに振り込んでくださいみたいな子が余裕でいっぱいあるんだけど、そこは自分のタイミングで言ってくれればいいしみたいな、また今度でもいいし、またカウンセリングし直してもいいしみたいな、本当にすごい親身になってくれるって。でもう一個嬉しかったこと言っていい？すごく今からうざい時間に入ります。皆さん今まで何件もクリニック行ったけど、やっぱ韓国の人っても良くも悪くも全部はっきり言ってくれるんですよ。その子たちが私の顔を見た時にあなた目が綺麗って言ってくれてそれがめっちゃ嬉しかった。体幅と配置と目がね、もうすごいいいって言われた。ここ大きなテロップで出しときます。そう、すごいいい気分で帰ってきて、今日はさ、超お気に入りスポットハンナムドンを見つけたし、超お気に入りカフェを見つけたし、いいクリニックにも出会えたし、目が綺麗って言われた。お土産をもらいました。めっちゃ可愛くない？開けてみよう。まだ見てないの私も。という感じでした。あともう一個さ、今日感じたこと、私がさハンナムドン行った時さ、ソンスがマジで意味わかんなかったとかさ、みんなはミョンドン行くのに私ミョンドン本当に結構苦手なのでさ、東京でもやっぱり人々がさ好きな街と嫌いな街にあるじゃん。でだから分かった、新宿が好きな人は絶対ミョンドンが好き、明治神宮前とかインスタ系のお店とかイベントが好きな人はソンスが好きで、青山が好きな人はアックジョンとカロスキルが好きで、代官山とか代々木公園が好きな人はハンナムドンが好き。それがいくらここいいよとか言ってもさ、とかここはもう楽しくないとか言ってもさ、やっぱり他の人は行って楽しいと思うわけだしさ、楽しくないと思うわけじゃんか。だからこれの感覚だと思います。という感じで、もうちょっとしたら入国手続きが始まるのでラウンジに向かいます。 Everything you and I could be. Could this be our love story? When I saw you standing there, you were the only source of light. I was a first grade. 着きました。いただきます。はい、こんな感じでラウンジ楽しんだんですけど、ですねこんだけ動画撮っててエンディング撮り忘れてました。本当にすいません。私もびっくりです。24時間もう入れなかったけど、日帰りでもとっても楽しい感覚でした。ぜひ気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。はい、それではまた次の動画でありがとうございました。